現場の方に今到着いたしましたので入っていきましょうか。怖いね。いやかなりねやばい家であることは間違いないのでめちゃくちゃ入るの嫌なんですけど、ね。ちょっと意を決して突入してみましょうか。行きますか。お邪魔します。こんばんは。こんばんは。大間が時フィルムのヒロと。ともです。どうも。どうも。トモさん、はい。ついにこの日がやってまいりました。この日が。うん。うん。屋根裏行ったの覚えてます？前回の古民家。そうです。はいはいはい。3ヶ月4ヶ月ぐらい前ですかね。そうだね。うんはいはい。続編です。続編続編まあ続編というか、DM DM が来ておりまして、内容なんですけど、はうちの屋根裏もどうやらやばいと。あの動画を見て、うちの屋根裏なんかやばいですっていう DM が来てます。ちょっと DM 読みますね。はい。はじめましてと申します。今回ご連絡したのは私の祖父母が生前住んでいた家の調査のご依頼です。祖父母が亡くなって以来10年以上空き家なのですが、その家は県の市にあるのですが、大間が時フィルムさんが以前調査した屋根裏はこの辺りではありませんか？というのも実はその家には屋根裏があり、祖父母や両親からは決して行ってはいけないときつく教えられていました。大間が時フィルムさんが調査した屋根裏にまつわる曰くと多くの類似点があるのです。まず私の祖父母も屋根裏部屋のことを当時厄介部屋と呼んでいました。また私が幼少の頃屋根裏から聞こえる何かの鳴き声のような音や物音を祖父母に尋ねたとき、怖いものではないから気にするなと言われたことを記憶しています。今ではその空き家は物置として利用しているのですが、物を取りに家に入ると毎回どこからともなく物音や視線を感じ非常に気味が悪いため、できれば入りたくありませんっていう内容なんですよ。まあ、詳細はねちょっと言ってみないとよくわからないんですけど、まあ何かありそうだなというふうに思います。確かに自分たち屋根裏大好きじゃないですか。ちょっと今回も期待できるんじゃないですかね。では早速向かいましょうか。そうですね。はい。じゃあ行きますか。人が住まなくなってから10年以上が経過しているということで、やっぱりこの所有者の方ももうね、先ほどの話があった通り、もう寄り付きたくない、入りたくないっていうようなことを言ってますね。なんかすでにさ、こう人の気配じゃないけどさ、なんかがいそうなさ、空気はすごいするよ。ここでの起きた話を聞いてるからだっていうのもあると思うんだけど、何かの気配を感じざるを得ない。いつも以上になんかちょっとピリついた空気というかさ。じゃあまずはね、ちょっと、その屋根裏に行く前に家の中を探索していきましょうか。でね、もうこう砂がすごいんですよ。すごい。そうもう一旦全部水没しちゃってるんですよ。だから見てこれ、畳っすよこれ。すっごい。もう波打っちゃっててすごいのよ。でやっぱり泥がさこう入っちゃってるから、こう下が砂だらけっすよね。すごいわ。床とか大丈夫？いや床もねだいぶ抜けちゃってて、まあ人が住めるような状況ではないですね。キッチンか、もうボロボロだな。そうだね。やっぱ昔の
作りの家って感じはすごいするよね。なんかすごい見られてる感。入った時からさ、やっぱ人の気配感じるっつってたじゃん。それがね、結構大人数にこう見られてる感じ、視線を感じる。なんかありますよね。ある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 。まあ所有者の方もね、言ってたようにこの家にね何か用事があってこう入ったりすると、やっぱりこう入った直後から見られてるような視線を感じる。いやそれ分かるんだよね。なんかすごい悪意のありそうだねみたいな。なんだろうねこれ、すごい。別になんかお経ってわけではな新聞っていうわけでもなさそうだけど。うわすごいね。こうやっぱりね、水害があったみたいな感じですね。で雨漏れしてるんだよね。床が完全に抜けちゃってるよね。なんかさ、今さその照明とさ、この照明だけなんだけど、なんだなんか影がおかしい。おかしい。あ、勘違いかな。じゃなんかさ、待ってなんかさっきから黒い影みたいなの横切ってない？マジで違うかな。なんかガラスが多いからそれで反射してるだけなのかもしれないけど。ちょっと待って、動いた。なんかね、当然光にさこう反射してさ、こう影ができるじゃないですか。トモさんの影や僕の影以外になんか見える気がするんだけど。よいった今。マジ？影。横切った。横切った。確かに。襖っていうかさ、障子があるじゃん。この家はおかしいな。なんか確かに大勢のなんか人が久々にこう心底怖いみたいなさ感情になるよね。なんだろうな。ちょっと気になるね。トモさんそっちで見たんだよね。そうそっち側だね。ちょうど。じゃあちょっとそっち。こっち気になるんだよね。表彰状。ボロボロだもんな。どうした？
うん、さっきからね、うんしてる物音とか、多分これはね、屋根裏からだと思う。今、ここで、もう明らかにこの上から音がした今。上に行かないとダメか。ちょっと行ってみるか。うわ、なんだこの部屋。なんだこれ。あ、これ扉か。なんか、この紙は比較的新しい。なんて書いてあるこれ。立ち入り禁止って書いてあるのか。なんでこんな風にされてんだろう。ちょっとこれ開けんの怖いよ。まあでも行かないわけにはいかないよね。ちょっともう行くか。あ、やべ。ちょっと後で直そう。うわ。ああ、これすごいな。これなんかさ、前行った古民家あったじゃん。あそこちょっと思い出すよね。いや、もうほとんど同じような状態だよね。ちょっと待って。なんだこれ。わかんない。ひな人形。明らかに人が並べた感じだもんね、これは。まあ何かしてたんだろうな、ここで。前のね、屋根裏と同じように。あ厄介部屋。とある地域では屋根裏のことを厄介部屋って呼んでるんですよ。厄介部屋。そう。この説もお城小ばさと同様に、昔はね、そういう子供が生まれても長生きできないことが非常に多かったんですよね。その地域ではそうやって幼少期に亡くなっちゃうことを、もののけだとか、いったものに連れ去られるっていうようなことを信じられてたみたいなんですよ。で、その厄介部屋に、架空の子供を作る風習がある。そんな感じはでもするよね。ちょっと似た空気は感じる。まあ前回の屋根裏の厄介部屋と同じ地区エリアというかねではあるから、まあ、その可能性は十分あり得る。同じような風習があって。ちょっと待って。これわかる？ちょっと首がない。気持ち悪い。しかも一体だけかな。一体だけだよね。いや、そうだよ。このおひな様だけ。しかもさ、なんかの表紙で例えば取れちゃったとかじゃないよね。その辺に落ちてないもんな。確かに。わざと取ってんじゃないの。
もぎ取られてるような感じだけど。なんかさ、ちょっと待って待って、何？今相づち打たれたんだけど。マジ？聞こえなかった？聞こえなかった？多分入ってるよ今。もぎ取られてるような風なんだけどって言ったら、って言われたよ今。ちょっと待って。これ大丈夫かな？なんかさ、さっきそれこそじっとりしたような視線をすげえ感じるって言ってたじゃん。なんかそういう悪意みたいなのがさ、ここに詰まってるような気がするんだよな。まあそうだよね、こんなの、見ちゃいけないものを見た感じがすごいする。聞こえる？なんか鼻歌みたいに聞こえない？薄く。今聞こえない？なんか聞こえたり途切れたりしてるけど。マジで？なんかさっきからさ、俺は全く聞こえないんだよな。ヒロ君がさ、波長が合っちゃったみたいな感じがすごいあるのかもしれんよ。ここ相づち打たれたりとかさ、鼻歌。屋根裏と僕相性がいいのかな。なんかこういう天井からさ、縄がさ至る所からこうやってぶら下がってるのもなんかちょっと気になるんだよな。まあ違うんだろうけど、何かをぶら下げてたかもしれない。だけどさ、これってさ、これ誰かがここの椅子に座ってこれを眺めてたってことだよね。想像するだけでさ、君あるよ。ここ座ってこれを眺めて、厄介部屋でも、ここに架空の子供を作って並べられてたじゃないですか。もう厄介部屋のものは全て処分しなければいけないと、そうしないとその厄介部屋に作られた架空の子供が像を持ってまた戻ってくるっていう話だったじゃないですか。そうだね。それで言えばさ、全くもってそのままというか、お雛様の首だけがないのもなんかちょっと関係があるのかなっていうのは思いますよね。女性に対する像、入った時からのやつがさ、ここで繋がっちゃった感じがすごいしない？この人形たちの視線。確かに。ちょっと一回下戻ろうか。ちょっと、ずっとちょっといるのきついわ、ここに。屋根裏から降りてきて1階にいるんですけど、じゃあこれで今から一人検証をねやっていきたいと思います。ああやってひな人形が並べてあって、でなぜかお雛様の首だけが取れていると、でその前にそれを眺めるように椅子が置いてあるじゃないですか。僕はあの椅子に座ってみたくてしょうがない。まあ変な話ですけど、好みを委ねるというか闇に飛び込んでみようかなって思います。完全にヒロ君ちょっと今回呼ばれてる感じがする。まあその前回のね、厄介部屋があった、何なんか認証したり何がなんか待って階段のとこじゃん。完全に今階段のとこ映るよ。いやいや、何がうごめいてるこれ。いや多分階段のとこなんて違うか。まあ本当にね、もうてかもうこんなさっきからずっとこんなんですよ。でそれで前回僕厄介部屋でね一泊をして検証したわけですけれども、僕自身はね気配だとか物音を感じつつも特に何も起こらなかったということなんで、ここであれば確実に何か起きるであろうという確信があるわけですね。ともさんには車の方で待機していただいて、ちょっと椅子に座ったりだとかこの家をもう一度探索をし直したり
みようかなというふうに思っています。では早速、調査の方にね移りたいと思います。表彰状。表彰状。表彰状。